じゃあちゃんとシャカシャカしてください。乾杯。やっぱ一番でかいね。ここはもう神社、教会お寺が3つ見れる。はい、今ですね、1時14分です。室温ね、19度なので、割とね、快適に過ごせました。夜はね、エアコンも切ってましたし、当然ね、FF も入れてません。なのですごいね、過ごしやすく、寝やすい夜だったかなと思います。で、今日はこれからですね、長崎の方、最西端のところまで行きたいので、ママとうーちゃんを起こして、準備して、ここから1時間、2時間ぐらいかかるのかな。頑張ってね、運転していきたいと思います。ただね、今日ね、水もね、ちょっと入れ替えなきゃいけないので、朝のうちに水の入れ替えもして、食べる準備もね、しっかりしていきたいと思います。OK だよ。先水やっちゃう？そうね。朝だよ、うっちゃん。うーちゃん、はよ。顔が見えないよ。うーちゃん？これあったかいのかな？でもさっき長崎の電気見たら晴れだって。ずーっと晴れだね、この旅。さすがパパや。晴れよね。今日もバンクの一番奥でゴロゴロしてるうーちゃんです。うーちゃん、朝だよ。ちょっとね、今エア測ったらわずかなんですけど 0.7 ぐらいかな。抜けてたんでエア入れます。ゲージ測るときはね、だいたい2種類で測ってます。で、だいたい間ぐらいの数字で見てますね。このアイリスオーヤマでエアバルブ補給します。これ L 型のヒンジなんですけど、差しっぱなしにはしてません。測るときだけ装着してます。はい、じゃあエアをね、入れていこうと思います。はい、今ですね、エアチェックしてたのはこの工具でやってました。エアゲージ2つ、2種類で確認してます。ダブルタイヤのとこだけこれですね。これ使わなきゃいけないです。L 字みたいなやつ。で、こちらのゲージですね。ロックしてるんですけど、こんな感じで測ると表示されます。ちょっとね、なんかね、このメーカーのやつは、僕のがこうなっちゃってるのかわかんないですけど、一回測って抜くと、ちょっと下がるんですよね、こうやって。差しっぱの状態だと少しゲージが上がるみたいな。実際今エアは入ってるんですけど、ちょっとこれね、誤差があるかな。で、実際測った後、ここ押すと、ピコって、これになります。もう一個ね、エモンで多分、車いじる人は知ってると思うんですけど、そこのエアゲージ。これとこれ僕両方で測ってます。で、この2つに関してもたまにね、スタンド行ってゲージで測ったりしてます。スタンドのエアの空気圧と3つで見比べると、大体ね、すんごいずれてればわかるんで、でもそういうことが今のところないので、構成としてはね、問題ないかなと思ってます。逆にね、スタンドの1個だけずれてると結構あるんで、本当ね、エア管理は大事なんで、キャンピングカーの場合はね、しっかり行ってます。で、アイリスオーヤマのこの、電動空気入れっていうんかな。今ちょうど入れたんですけど、全然ね、ちゃんと入りました。で、これね、何がいいってね、これバッテリー式なんです、こういう。で、このバッテリーがうちね、掃除機と同じバッテリーなんですよ。アイリスオーヤマの。なので、互換性があるので、同じね、メーカーで揃えております。こういうのはね、やっぱりね、キャンピングカー乗ってる方、特にキャブコン乗られてる方とかは、意識あるといいのかなと思います。時間前だったか。ありがとうございます。お世話になりました。鍵、ポスト入れてきます。じゃあ行こう。よし、チェックよ。はい、今ですね、RV パーク篠倉さんの方を退出しました。本当ね、ここの RV パークはすごく良くて、全部リセットですることできました。本当に九州を回るんだったら、まずここは真ん中、中日を抑えて移動することを考えた方が、やっぱ全部できるところってそうそうないんで。ちょうどまた視聴者さんにお会いしてる。そう隣のねジャーニー乗られてる方がもうほんとたまたま同じ RV パークに視聴者さんがいてくれて、ほんとねキャンピングカーの乗りの面白いところは大体視聴者さんなんですけど、大体キャンピングカーの話しかしないね。キャンピングカーでどこ行ったとか、どこがどうだよみたいな。そうでね、ちょうどねその方が阿蘇とか行ってたみたいで、阿蘇だとねここいいよみたいな、こっちの温泉の方が良かったよみたいな教えてもらって、もうねうちもねすぐそれはリストアップしといて、そっちにしようと思って、ほんとね旅のねなんかこうキャンピングカーならではの会話というか、特にね今回ね僕らその Twitter とかインスタとか YouTube でもそうなんですけど、実は九州に行くっていうの全く言ってないんで、そうだから気づいてくれるのが本当ラッキー。本当嬉しいです、そんな風に気づいていただけるのが。で今日はここからですね約100キロぐらいもう走ります。で今日ねもう佐賀県出ます。でこれからですね九州3県目長崎の方に向かっていきたいと思います。でまずね向かっていくのが一番最初から端っこ行きます。日本最西端の地と
言われているところがありまして、でここで写真を撮ったりなんかしたのを近くの道の駅とかそのなんか市場かなんかで4局証明書、日本最西端の証明をもらえるということなので、初めての4局証明のうちの一つですね、西をちょっとゲットしに行こうかなと思っております。はい、ということでね、まずねあと94キロ頑張って運転していきたいと思います。今日も晴れ。はい、今ですね長崎県に入ったみたいです。ちょうど今ね走ってて左側に長崎県っていう看板が立ってたんで、ちょうどね長崎県に入りました。九州3県目に突入です。で突入した途端に渋滞になるという、これ何渋滞なんだろう。なんかあんのかな、この先に料金所とは書いてあるけど、料金所でこんな混むことないやろ。とりあえずね長崎県に入りましたので、あとねでもなんだかんだ45キロ、半分ぐらい走ったかな。なんであと半分頑張ってね日本最西端の地まで、向かっていきたいと思います。で軍艦、海上保安庁。海上保安庁の上だった。初めて見た。こんなにたくさん並んでるの初めて。佐世保シティです。なんか横に川なのか湖、川、一瞬さっきすごい広く見えたけど、なんだろう、川か海なのか、あれ海。川崎ずっと続いてるやん。本当だ。ちょうどこうなんで陸地の間なんで綺麗ね。今ですね日本最西端の地まであと 2.4 キロというところで、この先ねちょっとね道が赤くなってるんで多分狭くなる。ちょっとどれぐらい狭くなるのかがわからん。これから書いてある日本本土最西端の地、これより 1.8 キロ。行けるかな、この道幅ならいけるな。してる。そうでもねこれ言うて先が分からんからね。はい、ということであとね1キロぐらいここから走っていきたい。ここがね、そうここあれ日本最西端のあれもらえるところ。今のお魚市場で日本最西端行った後に行くの。そうすると証明ステッカーがもらえる。待ってこれは無理やで。いやこれ登るってなってる。違うな、こっちから行けるの。まっすぐだな。いやまだ分岐に入ってないわ。間違ってない。そういうことね。そういうことね。安心して行きなよ。はいこれはどういうことや。今これを右に曲がれってことかな。これを左に曲がるのか。そういう感じか。多分車がいっぱいなんや。一回ママ降りてみてくれ。ちょっと今ですね到着して歯磨きタイムで準備が終わったら日本最西端の地に行ってきます。キャンピングカーね先に移動して移動先でこうね準備できるっていうのがねかなりいいところかなと思います。こちらにちゃんとシャカシャカしてください。今日ねご飯はね移動中食べながら来ちゃったので止まってから歯磨きです。よし行こう。よしじゃあ行こう。おうちゃん見ても飛行機雲。四極交流広場ってのがあるし、海綺麗だね。何？危ないかもしれないよ。そうだよ。いい？ママちょっと見て、ここの穴。ハートみたい。ハートだよ。本当だね、ハートみたい。どうちゃん。すごいいい感じ。パパやってたよ。見て。あそこがモニュメントあるとこだね。海がめっちゃ透き通っててすごい綺麗。めっちゃ透き通ってるね。めっちゃ透き通ってる。ふーちゃん嫌なんだよね。
しょうね。はい、今ですね、日本最西端の地に行ってまいりました。すごいね、海がめちゃくちゃ綺麗だった。めっちゃ透き通ってた。場所的にそんなにね、駐車場とかも多くはないんですけども、なんとか順番待ちで止めれたかなって感じです。で、写真とかなんか撮って、それを見せると、その最西端のなんか証明書かなんかもらえるらしくて、先ほどちょっと一瞬通り過ぎたお魚広場っていうお店らしいんですよね。なので、一旦そこまで戻ります。4極証明書西ヒラスって何？ヒラマサです。あ、ヒラマサ。タイ？あ、タイとヒラ。タコすごいね、なんかダイレクト。海側にも。すごいね、海側にもあるらしい。あれか、そっちか。あ、ここに。あ、うーちゃん見ているじゃん、ヒラメが。うーちゃん、タコがおるで、タコ。タコさんいるよ、見てごらん。本気だよ。ほら、伊勢海老。あ、伊勢海老？すごいね。大きいので4つあれば十分です。そうだよね。はい、大丈夫です。それにする？両方入ってるでしょ？そう。あ、それにしよう。はい、今ですね、日本最西端の地の方に行ってまいりました。近くにあるお魚広場っていうところで、海鮮のね、直売みたいなところやってるんですけど、そこで、ちゃんとしたね、証明書だっていうね、をいただきました。んで、ここからなんですけど、ちょっとね、グラバー園に行きたくて、とりあえずね、そっちの方面に向かいます。で、ただね、この今いるその最西端の地で、ここからグラバー園とかある方まではなんかね、100キロぐらいまたあるみたいなんで、また2時間ぐらいちょっと運転しなきゃいけないかなというような状況です。なので、もしかしたらちょっとケースバイケースで買えるかもしれない。ただとりあえずはそっちの方面目指して、今からね、向かっていきたいと思います。そこにあるの軍艦だ。へー。今ですね、グラバーへ向かってる途中なんですけど、なんかね、どうやらここを右に曲がるとハウステンボスらしいです。ちょうどここの信号がハウステンボス入り口って書いてある。あ、だ2車線右に曲がるんだね。意外と空いてる？あれがハウステンボスじゃない？すごいね。でかいね。でかい。そう、今回はね、もうゴールデンウィークのもう中日真っ只中なんで、ハウステンボスは多分めちゃ混みやろっていう話でパスしてます。ういちゃん、あれお城やで。これそう、ハウステンボスっていうんだって。そんな感じで今ね、ハウステンボスの横を通り過ぎました。で、あとね、60キロ、あっちの方まで向かっていきたいと思います。もう今海だね。長崎は海沿いや。電車だ。ほらほら見て。電車。ね、なんでここに電車とあ、電車いなくなっちゃった。これ路面電車っていうの。道路で車と一緒に走るんだって。線路じゃなくてさ、車のところで走んかい。ね、ほら、本当だー。路面電車って意外と初めて見たかもしんない。現物を初めて見た。キャンピングカーでも入れる駐車場を一応調べたけど、今ですね、駐車場の方に着いたんですけど、やっぱりね、満車。この時間だったらもうそんななんじゃない？このね、南側っていうところ、京常盤駐車場南北はダメしか入れない。これかな。あ、キャンピングカー止まってるね。何が頑張ってもこの駐車場じゃないと入れない。あ、ちゃんと書いてある。大型車両駐車可能って書いてあるもんね。あ、いっぱいキャンピングカー止まってる。高さ 2.5 メーター以上は大型です。うち大型？高さ 2.5 メートル以上は大型料金を取られるらしいけど、まあ止められないよりかはマシだ。止められないって言えば残念だけど、止められるだけいい。かね。ね、お友達じゃないや。よし。じゃあ行こう。なんかこっちっぽいで。こうなんか橋ある。うちあの橋渡ろう。どっかにメガネ橋があるんでしょ。かな。うちゃん、ここ電車通るんだよ。すごいね。道路電車通るね。ちょっと乗ってみたいよね。うん。あ、ここじゃないの、オランダ坂。
坂上がってみよどっかがさ、神社、お寺、教会が3つ一緒に見れる場所でしょ。う。そう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 。あ、書いてあるね。右側だって。あそこでまた二手に分かれるのかな。すごいね、これね。ね、あぐらバー園エレベーター入り口はこちらですよ。じゃあ行ってみよう。ぐいちゃん、なんかこれすごいエスカレーターなのかな。斜めのエレベーター。へえ。めっちゃかっこいい。あ、なるほどね。ぐいちゃん、初めての斜めエレベーターです。パパも初めて。ママも初めて。面白いよね。中があえて見える。このモニターで中の乗客のあれがわかる。よし。ここから見えるのかな。うん、いいんじゃない。不思議だね。斜めになって階段もある。る。もう着いた。おお、すごいね。よし、行こう。ゆうちゃん、路面電車乗れるかもしれないよ。乗る機会ないもんね。乗ってみたいね。もにもにもに。また上登るらしいよ。あれは普通のエレベーターで。おお、すごいね。高いね。高いね。うん。あ、ここじゃないの。あ、ここなんだ。着いた着いた。これ何？グラバー園。こんにちは。こんにちは。観覧ですね。はい。この中入ってみようか。あ、長崎カステラ有名だもんね。自由亭、ここは？西洋料理。側は何？すごいね。ここから人力車で上に登ってもらうんだ。カメさんいた？あそこに。本当だ。このまま戻って。ここがオルト住宅。でも広いよね。だんだん広くなってきたよね。ふいちゃん、ここもお家なんだって。またじゃん。あとういちゃんで写真どうぞ。ストップ。ここから住宅行く人も全然いるんだね。うん。本当住宅の一角にあるんだ。大きいよね、でもここ。あ、見えた？炙りチーズドッグ2つください。セミがあると助かります。グローバーガーデン。ふいちゃん、それ食べてごらん。多分美味しいやつだよ。美味しい？うん。グッド。あ、やっぱ一番でかいね。うん。実際に使われてるよ。しかも中に人が面白いね。しかもなんか町によってあれなんだね。なんちゃら町、なんちゃら町。これはオランダなの。これじゃん、クジラや。クジラやで。おお、こっちはこれなんだ。竜。みこしみたいなもんですよ。なんとか町、なんとか町でですって。じゃあここら辺の町の人たちはこれを出す。うん。そういう違いじゃん。長崎カステラ食べない。はい、1分300円なんですよ。はい、どうも。はい、カステラアイス旅です。ああ、本日はすごいね。こっちの方が良かった。まあいいか。多分がね、うん。お店が。
買い直す。見てみようか。文明堂総本店でお土産。そう実家ね、家族だけ。自分たちはさっきの300円のやつ。一度こう帰れるよね。そう、ここがちょっと有名なとこで。有名なのかな。神社、教会教会、おお寺。が3つ見れる。あ、祈りの三角ゾーンって書かれてる。いやすごい、これ祈りの三角ゾーン。真ん中に天主堂で妙高寺、諏訪神社。中に住宅の中にポンとこうそうね。あるんだね。グラバー園の中にさ、うん。普通の人が落ちちゃったじゃん。そうね。あれそうなのかな。普通の民家ね。なんでだろう。ごぼう製なんだな。なんでだろうね。あ、でも全部そうだよ。ね、不思議。マークが星になる。なんでだろうね。そこだけ。あ、あ、でも星あるよ。全部。本当だ、まだ星。面白いね。電車、路面電車今からあ、これじゃないの。電車乗ろうぜ。初めて乗るね。うん。ふーちゃんの場合どうすんだろう。 6歳未満無料だって。乗務員は全駅発車いたします。電車、道路走っとる。見てほら。車が横走ってる。感染防止のため次止まります。どう。面白い。道路。海岸通りです。小浦海岸通りです。どうにもすいません。そうか。駅は道路か。怖いわ、ここ。さっき乗ってたよ。面白い。行っちゃったね、電車。全然わけわかんなかった。ちなみに駅こんな感じです。車に挟まれの駅です。多分こんな経験なかなかできないんじゃないかな。右も左も車、あと電車が通るかな、路面電車で、この駅からすぐなんですよね、この駐車場が。駐車場がここなんで、ここで渡るよ。あ、こっち。うん、すごいね、あっちキラキラしてる。船が。こっちです。はい、今ですね、グラバー園の近くね、観光してきました。これからね、お風呂に向かおうかなと思っております。いくらだろうね。注目だよね、金額が。ほい。さあ、問題は駐車券を払います。2400円。なかなかいいお値段だね。なかなかいいお値段。どんぐらいいたんだろう。利用ありがとうございました。気をつけておはい、今ですね、駐車場を出ました。金額ね、2400円。ざっくり2時間40分ぐらいか。だから3時間分、多分3時間分の料金になっちゃったよね。ちょっとまあ高いっちゃ高いかな。うん、そう、大型料金だからね。もうね、これはね、たまにこういうとこがあるっていうのがね、キャブコンの定めと思うしかないかなと思ってます。で、とりあえず駐車場でも止めることもできて、しかもグラバー園まで全然歩いていける距離なんで、だから全然そのぐらいの価値はあります。しかもね、これね、僕らはグラバー園の方行ったんですけど、反対側行くとね、新中華街っていうのがあるらしいんですよ。で、そこもね、なんか面白そうだったよね。今日はね、長崎を縦断か、日本最西端からグラバー園で、グラバー園から今から島原の方まで行っちゃおうと思ってるんで、島原で一泊して、朝から明日は島原を観光すると。はい、ということでね、まずはそっち方面で向かっていきたいと思います。ここはもう海。すごい。こっちはこっちですごい。今ですね、ポンちゃんにね、燃料入れてきたんですけど、まあ、この旅始まってからはね、かなり燃費の状況が良かったんですけど、走行がね450キロで入ったのが45リッターだったので、ついにねリッター10キロです。
高速も使ってるけど今も全部下道で走ってたりとかするんですけど、それでもねリッター10キロ。ちょうど昨日一昨日は普通の車の方のエアコンも使ってたんですけど、それでもねリッター10キロ到達することができたので、まあ当然ね今時のね普通車に比べたら全然走んないですけど、キャンピングカーのねこの大きさで考えたらリッター10キロって結構優秀じゃないかなと思います。はい、であとね13キロぐらいで温泉なんで、おすごいねここもなんかまたねあれだね、青い海から緑の景色に変わってきたね。7時到着予定だから7時でもこの明るさ、まあ実際今まだ6時40分ぐらいなんだけど、だいぶ日が伸びましたね。すごいね、結構近いよね。近い。あ、すごいすごいすごいいいね、こういう風景。踏切もうすぐです。左方向です。温泉です。おお、すごいね、いい景色だ。ちょうどいい夕日が。割と大きい。方向です。いやー、でっけえな。何が？千年の湯。ようーちゃん牛乳。あ、無理か。跳ねた。跳ねた。いただきます。ちょっとね、すっごい気になったんですよ。これ右側にあるドラッグストア森。これ九州来てからドラッグストア森すんごい見たよね。うん、見た。あ、なんかコスモスもなんか見るよあ、。そう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 、これも見るよ、コスモス。うん、これも多分ドラッグストアなんですよ。そうね。その土地土地のあれがあるんだろうね。で、なんだかんだもう島原か、もう島原よ。ちょうどこれ島原駅で。ちょっとなんだこれ右側島原城らしい。ね、同じ看板がたくさんあるこれの。なんかすごいお城みたいになってるよ、駅で。見て、島原駅、お城や。今ですね、無事にたどり着いたので、もうすぐ夜ご飯です。今日はねこちらを調理して食べていくと、こちらはチン今からしていきたいと思います。今日はねもう RV パークじゃないんで、ブルブルを大変や、ブルブルインバーターで電子レンジを稼働します。あ、今日も食リ洗い物を出さない予定。ニトリメスティン。メスティンやっぱこういう使い方便利。でも今日メスティンでハマグリもやろうあ、そう考えたらじゃあこのでかい方でよかったね。か。うん。セブンで見つけたイカシューマイ、セブンにも置いてあったというレンジで簡単おつまみ。これもチンします。3分だこれ。それ何？レンコン。これ冷凍食品、レンコンハサミ焼き。はい、今ですね電子レンジ合計5分回してる。ブルブルさん頑張ってます。めんつゆ。おお、めんつゆね。混ぜる。いけると思うんだよね。紙パックのめんつゆ使えると思うんだよね。なんかさ、ボトルはさ、幅取るからさ、使い切れんしね。と思って。弁当箱でね、ちょっとね今調理してるせいなのか室温がね27度と結構ね高くなってきて、まあねお風呂入った後なんでちょっと汗かきたくないけどちょっと暑いのでエアコンをね入れてみようと思います。でせっかくなんでねブルブルで電源こいつ使ってます。早速ね回してみたいと思います。それ冷房24度設定いけるね。はい、で今ねエアコン稼働し始めました。おう、これ今上向きに出てんだ。上向きにしとく？下向きにしとく？下にするとモロだよ。寒いよ。あ、でもこれここでちょうどいいわ。まあここがいい。この端っこにドンピタで来る。あ、超涼しい。あ、これはやばい。ちなみにエアコン使ってる時はどんぐらい使ってんのかな、電力。面白いこれ。今ねバッテリー確認したんですけど、ブルブルが 211W だけ使ってた。 211W ってなんか変だな。車だけは多分 210W くらい使いそう。でも車もねチャージ中になってんだよね。若干減ってっかな。でも 1A ずつぐらいしか充電してないから、まあほとんど充電はしてない。何これ、丸い豆腐。袋豆腐。なんか珍しかったから買ってみたけど。どうなんだろうね。でも見たことないよね。ない。面白くない？あ、これ何これ切ったの？あ、それでスライスするってこと？なんかチーズみたいだね。でも豆腐なんでしょ？そう。面白い豆腐だね。ネギ。まずネギ。普通のラー油がなかった。
辛さ増し増し香ばしラー油買ってきた。どれ？桃や。まあでもいいんじゃない？桃やの。手の匂いがさ、ちょっとすごいような匂いする。これはこれ美味しそうだね。で醤油ちょっとかけて。おお、いい感じだね。焼き。今ねちょっとね設定温度を下げて22度にしてみました。そんなに熱いの？熱い。これで蒸せばいいんじゃない？本当はさ網があればいいんだけど、うち網ないじゃん。トースター出してもいいんですけどね。なんかトースターさから跳ねる。エアコンすごいね。すごい涼しい。なんか若干肌寒くなってきた。室温22度にしたらエアコン回り始めて、容量的にはね今470ワットぐらい消費してます。外部充電器も稼働させてるんで、半分は外部充電器かな。そう考えると200ワットぐらい。意外とそんな使わないんで。あと真夏にならないと分かんないね。これぐらいだったら多分全然余裕で回せる。ルーティン。うーちゃん寒い？ちょっと寒いよねちょっとね。今一回消したからエアコン。はい、エアコンさんお疲れ様です。こちらねスーパーで買ったヒラメで、これはハマグリと同じとこで買ったお魚広場、日本最西端の地の近くで買ったやつです。マダイとヒラスって言ったっけ。まあヒラマサなんだよね要は。これはねもうそこで買ってきたやつで560円だから安いよね。今日はお刺身です。メインはお刺身です。で刺身醤油、九州刺身醤油、甘口という刺身醤油で、あとはねハマグリがパッカンすれば完了です。僕が来た。僕が来ました。多分いけたって。うん、よし。はい、今日のご飯はねハマグリ、ヒラマサ、マダイ、ヒラメの刺身、レンコン揚げ、冷凍食品、きのこ、これもバターめんつゆ、イカシューマイ、丸い豆腐スーパーで買ったんですけど、ここら辺の地産の日本酒の黎明っていう純米吟醸です。これ日本酒ですね。じゃあまずいただきますね。いただきます。どうぞ。召し上がれ。いいよ。乾乾杯。うまっ。日本酒こんな可愛いんじゃん。ああ、これはうまいわ。これは飲めるやつだ。ああ、魚もうまっ。これを食べて日本酒を飲む。ハマグリうまっ。いただきます。きのこもうまい。うまい。ゆうちゃんすごいね。ご飯全部食べた。ご飯めっちゃ食べるよね最近。うんちゃんも美味しいものはよく知ってるよね。うん。旅の方がご飯食べるよね。うん。家より。やっぱ美味しいんだろうね。食後はイチゴを食べよう。こういう時間が幸せだよね。はい。今ですねご飯もう全部完食しました。今日のご飯マジでうまかった。でね、日本酒をねちょっとでやめようと思ったんですけど、なんだかんだ半分以上飲んじゃって、これやめとこうかなと思って。はい。ということでね、今日もごちそうさまです。この後ね、デザート。あ、ママあれどうすんの？長崎カステラ。今はいらないだろ。あれ今日のデザートじゃないの？パパあれ楽しみにしてたんだけど。ママ何がデザート？いちご。ママ今日のデザートは何？カステラはデザートじゃない。うーちゃん、いつだよ。うーちゃん、デザートという話題が出た瞬間、ベッドから飛び出てくるね。さっきもね、あそこでゴロゴロしてたのに、デザートって言ったらすぐ飛び出てきた。さすがうーちゃん。うーちゃん結局あれだね。カビちゃんの時に頭くっついたのに、ボンちゃんになってまたくっつかなくなっちゃったね。うーちゃんがさ小学生ぐらいになったら当たる？そうだね。うーちゃんが小学何年生かな。そしたらママに新しいキャンピングカー買ってもらおう。パパもう引退。引退しないよ。働け。うーちゃん暑くないのかそんなに動いてて。暑いっつってて。暑い？エアコン入れる？これのこの青いボタンを押してエアコンに向かって。オッケー。うーちゃんもうすぐ涼しい風来たよ。ねえ涼しいけど寒いんだけど。早くね。じゃあ涼しいね。パパは涼しい。寒い。うーちゃんのチャイルドシート助手席に置いてあるから結構広いね。うーちゃんが汚すからだよ。ボンちゃんすごいね。うーちゃん。風がすごい。エアコンの風すごい。買ったのこれ。どううーちゃんそこ涼しくない？吉野ヶ里モールのダイソーで買ったやつでしょ。パパもよかったら当たってみる？ちょっとどいてじゃあ。あー涼しいねここね。ここちょっと寒いよ。はい、いちごタイムです。美味しいいちご。いちご。
動画の皆さんにも当てましょうなんてね。寝るよ。ティアノコちゃんが見つからなかったので、明日パパが探してくる。ティアノコちゃんいないからちょっと寂しい。いた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 。僕のこと忘れないでよ。いいね。おやすみ。おやすみ。おやすみ。